どうも、モブです。今回は、水篠旬の新武器、オーブ・オブ・アロンについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、基本特性についてだよ。アロンの砲玉は、水篠旬の知能20ごとに、精密度が 0.5% ずつ増加し、最大で 5% の増加になるよ。この、知能20ごとにというのは、水篠旬のステータス振り分けで知能に振ることを表しているよ。また200以上振れば最大の 5% 増加を獲得できるよ。そしてこの効果の恩恵としては精密度が増加することによりダメージの平均値が増加するよ。また基本的に精密度は 99% までしか適用できない仕様だけど、ストームブリンガーやアロンの砲玉に関しては100% の領域に到達することができるよ。そのためレベルが低い敵に対しては精密度 100% が適用されることが多く最適なダメージを与え、レベルが高い敵に対しては精密度が大きく削られるけど 5% 増加することでダメージの平均値を高めてくれるよ。次にアロンの砲玉は武器スキルを使用することで与えるダメージと水属性ダメージが 10% 増加するよ。この効果は非常に小さなものになるけど効果時間が長く武器の凸を重ねることで効果が強化されるため現時点では大した効果にはならないよ。また武器スキルを使用するだけで発動するため戦術の一部として使用されているダッシュキャンセルを使いたい場面もあると思うけど、アロンの砲玉はダッシュキャンセルができないよ。次に火竜効果についてだよ。火竜効果は武器スキルを命中させることで受ける水属性ダメージ増加の効果を敵に付与することができるよ。しかしこの効果を実際に調べてみるとデバフ効果ではなく属性ダメージ増加バフ効果として働くことが分かったよ。実際の戦闘でも火竜効果を2重複適用させた場合、本来なら16% 増加しなければならないはずが約 7% の増加にとどまったよ。このように属性ダメージは自然ボーナスをはじめアロンの砲玉によって大きい効果を獲得しているため効果が小さくなっているよ。次は一突効果についてだよ。アロンの砲玉は一突にすることで水篠旬の知能10ごとに水属性ダメージが 1% ずつ増加し最大で 20% の増加を獲得できるよ。また知能が200以上の場合潮汐効果が発動し知能ぶりの恩恵がさらに大きくなるかな。この潮汐効果では魔力が 41% 以上の場合水属性ダメージ増加と水属性武器スキルダメージ増加の効果を追加で獲得することができるよ。しかし再覚醒と知能ぶりでクールタイムが短くウィンターファングのスキル使用時間も長いため魔力を回復する時間が少なくなるよ。そのため長期戦になると少し魔力管理の部分が大変になる可能性もあるね。後ろがガラだ。次は三突効果についてだよ。アロンの砲玉は三突にすることで2つの効果が強化されるよ。まず荒波効果では倍率が増加し水属性の武器スキルが命中しても火竜効果を発動することができるようになるよ。また火竜効果も最大で4重複することが可能になり非常に強力な効果になるよ。しかし気をつけなければならないことは荒波効果を発動するためにはアロンの砲玉の武器スキルを先に使用する必要があるということだよ。そしてアロンの砲玉を使った後にウィンターファングを使用することでスキル1巡目で火竜効果を最大重複させることができるよ。想像以上に強敵だ。名物の怒り。後ろがガラだ。次は五突効果についてだよ。アロンの砲玉は五突にすることで潮汐効果が満潮効果に変化するよ。
この満潮効果では水属性ダメージ増加の倍率が少し減る代わりに水属性の武器スキルダメージ増加の効果が大幅に強化され、ウィンターファング接待の武器として完成するよ。また懸念していた魔力制限が解除され使いやすい武器になるね。さらに武器を水属性に統一することでクリティカル率を増加することができるため、土器の戦場や高レベルの敵に対してもクリティカルを発動しやすくなるね。次は評価とおすすめの凸についてだよ。まず評価としてはウィンターファング接待の水属性ストームブリンガーのような武器になるね。また想定していた性能と比較すると少し惜しいものにはなるけど、既存の水属性武器に比べるとはるかに優秀であるため引くべき武器になるよ。しかし残念なことに今週の破滅の力やギルドボスにおいて水属性が弱点ではないため正規の評価を下すことができないよ。そのためとりあえず3凸から5凸でキープしておいて評価を待ちつつ制作チケットも使いながら凸を重ねていこう。次は実際にインスタンスダンジョン死の使者勝てる強者の証明20段階で使っていくよ。捉えた。ここは任せる。後ろだ。ガラ空だ。食らえ。表層の一撃。そこだ。霊没の怒り。後ろだ。ガラ空だ。砕けろ。砕け散る。私が先頭に。効率をアップでもするか。この程度だ。最後に現状で考えられる編成についてだよ。アロンの宝玉を軸にした場合、水しの旬のダメージ中心の構成とハンターたちをサポートする構成になるかな。また祝福の石としては再覚醒と殺気はほぼ固定で、ウィンターファングを使用する際は狼虐殺者を採用するよ。また水しの旬のダメージを最適化したい場合は攻撃力の計算を行いマナ暴走か洞察を使い分けよう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。